毎日の悲しいニュースが辛い。過去のトラウマを引きずっている。ネガティブに考えてしまう。不安な毎日の中で自分への自信までなくしていませんか？自分を被害者だと思ってしまう。苦痛や恐怖を感じて誰かの助けを待ってしまう。自分の力では対処できず、不安で悩みが募ってしまうことが多い。こんな悩みを抱えることはありませんか？ですが、こうした日常の様々な経験の中でぶつかる困った状況の中でも、自分の人生に自分で立ち向かっていけるようになる。そうした視点を切り替える方法が存在するんです。古い習慣や考え方を手放し、新しい信念と新しい行動を手に入れる自分への声掛け、アファメーションです。私たちがいつも口にしたり考えたりしている言葉が私たちの人生を作り出しています。ですから、前向きな言葉によって新たな人生を作り出すことができるのです。ポジティブな言葉で自分自身に宣言をするアファメーションによって人生に良い影響を与えることができるだけでなく、悪い影響を取り除くこともできるんです。内なる自分の声に耳を傾けることで、人生は素晴らしい方向に向かっていきます。誰かに頼らなくても、人生を前向きに変えていけるすごい能力があなたには潜んでいるのです。心は私たちに最大のパワーを作り出してくれます。心の中にある愛の空間から考えが思い浮かんできたとき、私たちは簡単に無理なく想像力を発揮できるんです。さあ、今から心の持つパワーを引き出しましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、あなたはいつだって OK、安らぎと自由をくれる115の言葉という本をご紹介します。著者はルイーズ・ヘイさん。その著書は世界累計5000万部を超えた世界のスピリチュアルリーダーです。そんな彼女がこれまで伝えてきた瞑想や癒しの方法、アファメーション、講演での内容を抜粋し、一冊にまとめたものが本書になります。本書によると、アファメーションというものを行うと、どんどん自信が湧いてきて、自分が好きになり、自分の心が信じられるようになり、幸福と安らぎを引き寄せていくというんです。アファメーションをすでにご存知の方もいると思いますが、ここで改めて簡単にご説明すると、アファメーションとは肯定的な自己宣言のことです。つまり、自分自身に対してポジティブな宣言の言葉を語りかけることによって、自身の潜在意識に働きかけて前向きな行動力を引き出し、理想を現実に変えていくマインドセットのことです。言霊という言葉がありますが、アファメーションはまさに言葉の持つ強い力を利用するものです。言葉は思考を作り出し、やがてそれは自分自身の行動につながっていきます。言葉にしたことは実際にその状態を呼び寄せる。言葉を変えるだけで、いわば人生が変わるというんです。自分がこうなりたいという理想や夢を肯定的に表現するんですが、ここで重要なのが、私を主語にして現在形で終えるようにすること。つまり、私は〇〇だ、私は〇〇しているとして繰り返し唱えることで、すでに自分が理想の状態であることを無意識にすり込んでいくんです。人は1日に7万回も思考していると言われますが、その思考のうちの7から8割が疲れた、イライラする、不安だ、辛い、自分には無理などネガティブな内容だというのです。頭の中で自分に対してつぶやく負の感情がどんどん自分自身を押しつぶしていってしまうのです。でもアファメーションによってその思考をどんどんポジティブなものに書き換えていけば、すべてをポジティブに受け止められ、自分の可能性を信じて行動できるようになっていきます。本書には仕事、富、愛、人間関係、許し、自由といった6つのテーマ、合計115の肯定的なアファメーションがまとめられていますので、あなたの理想にぴったりの言葉が絶対にあるはずです。本動画ではそんな様々なアファメーションの雰囲気をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。
私は人生を豊かで満ち足りたものにすることを宣言します。あなたが自分や他の人を批判したり、非常に悲観的で先入観にとらわれた目で人生を見ていたりするような、ひどくネガティブな人間であるならば、あらゆる物事に愛を抱くことを始めましょう。それには忍耐が必要です。急ぐことはありません。忍耐力はゆっくり、のんびりと身につくものです。次のように宣言しましょう。今こそ私は思い込みの殻を脱ぎ捨てます。これからは自分が望んだ利益を否定してしまうような考え方はしません。意識の中のすべてのネガティブな思考パターンを今すぐ取り去り、捨ててしまうことを誓います。私の意識は健康、富、愛情あふれる関係に役立つ快適で前向きで愛情に満ちた思考パターンで溢れています。これからの人生で私は常に素晴らしいことを実現していきます。豊かで満ち足りた人生を実現することを宣言します。愛が惜しみなく注がれ、成功が満ち溢れています。体は丈夫で活気に満ちています。想像力は常に新しく新鮮です。あたり一面が安らかな空気に包まれています。私にはこのすべてを手にする価値があります。これからもこの豊かさはずっと私のものです。私の目の前にはあらゆる可能性が横たわっています。私は心の中であらゆる可能性を体験しています。今この瞬間、あなたが考えていることに気づいてください。その考えはネガティブなものでしょうか？それともポジティブなものでしょうか？未来を築き上げ、無限の可能性を作り出すことをあなたは目指していますか？ともかく自分の考えに気づき、意識してみてください。あなたはあらゆる可能性という言葉をどのような意味で捉えていますか？この言葉は限界がないことだと考えてください。自分で作ってしまったあらゆる限界を突破していきましょう。頭の中で私にはできない、うまくいかない、まだ十分ではない、これが邪魔になっている、などと考えるのはやめることです。このような限界をどれくらい口にしているか考えてみてください。女性だからできない、男性だからできない、きちんとした教育が受けられなかった。こうした限界はやらないことの言い訳として重宝します。そのため、ふとした拍子に出てしまうのです。しかし、それではあらゆる可能性は宣言できません。ましてや体験することなど絶対に無理でしょう。できないと口にするたびに、あなたは自分の限界を作り出してしまいます。今あなたは自分が思い込んでいる考えを突破していくだけの強い意志を持っていますか？私はいつも信じられないほど素晴らしい贈り物を受け取っています。自分に訪れてくる繁栄を素直に受け入れ、感謝すれば、ますます成功が訪れてきます。繁栄は交換するものではありません。素直に受け入れることにしましょう。友人からプレゼントをもらったり、ランチに誘われたりしたなら、すぐにそのお返しをする必要はありません。まずは素直に喜んで受け取りましょう。贈られたものがあまり好みではなかったり、必要ではなかったりしても、喜んでありがたく受け取らせてもらいますと言ってください。お礼の言葉を述べた上で他の人に手渡せばいいのです。人に物を贈られるのはいいことです。他の人に渡したとしても自分を恥じたり罪の意識を抱いたりする必要はありません。喜んで受け取る姿勢が大切なのです。私は今すぐ自分を愛し受け入れます。あなたは自分自身と最高の友になろうとしています。一緒にいると最も楽しくなれる人はあなたなのですから。多くの人が痩せたり、新しい仕事や新しい恋人を手に入れたりしなければ、自分を愛する気にはなれないと言います。しかし、そう思っているために、自分を愛することはいつも先延ばしにされてしまうのです。では、新しい仕事や新しい恋人を手に入れたり、痩せたりしたらどうなるでしょう。実際は
相変わらず自分を愛せないのではないでしょうか。なぜなら、また新たなリストを作成し、自分を愛することを再び先延ばしにするようになるからです。自分を愛するための唯一の時間は、まさに今、この瞬間を置いて他にありません。無条件の愛とは、ありのままの自分を受け入れる愛のことを言うのです。私は進んで今の状況を作ってしまった原因を手放します。心よく深呼吸をして、ネガティブな思考パターンや習慣を手放しましょう。そうすることへの抵抗も断ち切るのです。ネガティブな信念がどれほど長い間潜在意識に植え付けられていたとしても、自分はそんな考えには束縛されないと宣言しましょう。人生の中でネガティブな状況を作ってしまう原因となった意識パターンを手放しなさい。そしてネガティブな状況はもう必要なくなったと、はっきり自分自身に言ってあげるのです。その原因が消えていき、影も薄れていき、何もない白紙の状態に戻っていくことに気づきましょう。もう古いガラクタに支配されることはありません。これであなたは自由の身になれます。自分にとって最善のものでなければ、遠慮なくノーと言います。ノーと言えない人がいます。このような人は、ノーと言うために病気や事件といった理由が必要です。けれども、自分が納得できないことにはノーと言っていいのです。自分を信じましょう。誰かから熱々のじゃがいもを投げられたなら、あなたはどうしますか？手にやけどを負いながら、じゃがいもを受け取りますか？なぜ受け取ったりするのでしょう？たとえ贈り物だとしても、あなたには拒む権利があります。そのことにお気づきですか？自分が納得できないものには全てノーということができます。ノーと言える自由と権利があなたにはあるのです。自分の心と自由意志に従って、自分が正しいと認識していることを実行に移しましょう。私は奇跡を引き寄せる磁石です。病気は許すことのできない感情から作り出されることが多いものです。許すことは行動を多めに見ることではありません。それでは全く解決になりません。最も許せないと思っている人こそ手放さなくてはいけないのです。私は規則や規制、制限や限界を絶対に認めたりしません。そう宣言し、意識を変えて、許さなくてはいけない人を許してあげてください。そうすれば、癒しによる奇跡が起こり始めます。予期せぬ素晴らしいことが、今日、自分に起こります。愛や包容力、寛容といった優しさが、一日のどの瞬間にも、ちょっとした奇跡を引き起こす磁石の役割を果たしてくれます。あらゆる場所には、癒しの雰囲気が漂っています。それがすべての人々に祝福と安らぎをもたらしているのです。私は体のメッセージにじっくりと耳を傾けます。人生の他のすべての面と同じように、体もあなたの内面の思考や信念を映し出す鏡です。すべての細胞はあなたが考えるすべての思考やあなたが話すすべての言葉に反応しているのです。体はどんな扱いを受けてもあなたへの愛を失うことはありません。体はいつもあなたと連絡を取り合っています。では今、体が知らせてくるメッセージに耳を傾けてみましょう。進んでこの内面からのメッセージを受け取ってください。注意を払い、治療が必要ならきちんと治療します。最高の健康状態に戻すために、あらゆるレベルで体にするべきことをしてあげましょう。必要な時にはいつでもあなたが持っているこの内面の力に頼ることです。私は心の中に浮かんでくる答えには簡単に気づけるようになります。自分が信じていることが分かっていますか？それに気づくことで自分にとって役に立っていない信念は変えることができるのです。鏡の前でアファメーションをするときは必ずメモ用紙と鉛筆を手元に置くようにしましょう。ネガティブなメッセージが浮かんできたときに書き留めておくためです。
そのメッセージにすぐ取り組む必要はありません。後でゆっくりと落ち着いてメモしたことを調べてみましょう。このネガティブなメッセージのリストを作っておけば、自分の願望が実現できない理由が理解できるようになります。気づかないままでいると、このような不快なメッセージは、よほどのことがない限り変えることはできません。私はポジティブなことをじっくり考えます。いいことが人生に訪れても、これは嘘なんじゃないのかと疑いの言葉を口にしてしまうと、文字通り幸運は逃げてしまいます。思考は水滴のようなものだと想像してください。同じことを何度も繰り返して考えていると、とんでもなく大きな水たまりになってしまいます。最初は小さな水たまりですが、やがてそれは池になり、何度も何度も繰り返すうちに湖になり、ついには海になります。思考がネガティブなら、ネガティブな海で溺れてしまう恐れがあります。でもポジティブな思考であれば、人生の大海をのんびりと浮かんでいられるのです。人生とは喜びです。潜在意識のプログラムを作り直すためには、体をリラックスさせなくてはいけません。緊張をほぐしてください。そして感情に縛られずに、心をオープンにし、何事も受け入れられる状態にします。自分の持つ長所を考えましょう。潜在意識は正しいか間違いか、いいか悪いかの判断はしません。ですから、なんて私は愚かだったのだ、などという言葉を口にするのはやめましょう。なぜなら、潜在意識はあなたが言うことを真に受けてしまうからです。そして、その言葉通りの自分であろうとしてしまいます。自分について冗談を言ったり、卑下したり、自分の人生を悪く言ったりしてはいけません。なぜなら、このようなネガティブな言葉を使っていると、あなたに素晴らしい経験は生まれなくなってしまうからです。今日は完璧な一日です。あなたは無限のエネルギーとつながっています。ですから簡単で、早く、完璧に前進できるのです。この事実に気づき、宣言してください。人生のどの瞬間も、完全で完璧で十分に満たされた時間です。不可能などありません。無限のエネルギーとあなたはつながっているのです。どんな瞬間も乱れることなく、呼吸は安定しています。目にするどんな場面も順調そのもの。口にする言葉も申し分ありません。人生で実行するあらゆることが簡単に苦もなくできて、叱るべき成果を出してくれます。すべてのことが時間通りに完璧な順番で進んでいきます。あらゆることが完成されるので気分も良好です。これが完璧な一日です。今日がそんな一日になると宣言してください。115もの肯定的なアファメーションを見ていると、自分がいかに普段否定的な言葉、後ろ向きな言葉を思い浮かべているかがわかります。これまでの思い込みで勝手にできないと決めつけたり、言い訳ばかりが頭に浮かんだりで、自分で自分の枠を狭め、可能性を潰してしまっているんでしょうね。でも、肯定的なアファメーションを続けていくと、自分で設けたハードルを取り払い、自分に自信が出てきて、いろいろなものが好転していくんだろうなと思いました。自分の理想を思い浮かべることはできても、それに対する肯定的なアファメーションがすぐに表現できないことも多いと思いますが、本書には115ものアファメーションが紹介されているので、あなたにぴったりの言葉が必ず見つかるはずです。信じて唱えるだけで自分が変わり、いろいろなものを引き寄せていくというんですから、やらない理由はないですよね。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。